ファーストガンダムを意識して製作された機体、コアガンダム。PFF-X7 コアガンダムは、アニメ、ガンダムビルドダイバーズ、リライズに登場し、主人公、久我博人が製作したガンプラです。従来のガンダムより小型な機体ですが、プラネッツシステムを用いて、様々な形態へ換装することが可能です。また、物語中盤以降では、コアガンダム2とさらなる強化形態が登場し、エルドラと呼ばれる世界を救うべく立ち回りました。今回は、そんなコアガンダムについて解説させていただきます。プラネッツシステムに限界はない。それは、ネットワークゲーム、ガンプラバトルネクサスオンライン、通称 GBN が人気を博す世界。高校生の久我博人は、ただ一人、イブという少女を探し、仮想空間、ディメンションの中をさまよっていました。そんな博人が製作した機体がコアガンダムとなります。コアガンダムは、機動戦士ガンダム00の主役機体、ガンダムエクシアなどを担当されている海老川兼武氏によってデザインされた機体です。作中では、博人が200分の1スケールの SGC ガンダムを用いて、60分の1スケールのパーフェクトグレードストライクを撃破した経験から、小さいガンプラでもできることがあると考え、RX78 ガンダムをアイデア元として製作しました。型式番号は、RX78 ガンダムのコアファイターの型式番号である FFX7 に基づき PFFX7 とされています。なお、コアガンダムという名称は、博人が GBN 内で偶然出会ったイブに名を尋ねられた際に、その場で名付けられています。カラーパターンは複数存在し、博人が GBN を始めた頃は G3 ガンダムをモチーフにしたカラーリングでしたが、博人がフォース、アバロンに所属して以降はノーマルカラーに変更されました。他に、第19話では、博人のアイデアスケッチには、地上戦における迷彩効果を意識したリアルタイプカラーが登場し、ガンダムベース限定ガンプラでは、黒を基調としたロービジュリティカラーが販売されています。本機には、テレビ版の RX78 ガンダムと同様に、股間部装甲の内部に、大気圏突入用の冷却フィルムを備えており、第12話では、これを用いて、コアガンダム単独での大気圏突入を成功させています。コアガンダムは、最大の特徴として、連携合体換装システム、プラネッツシステムを有しています。太陽系の惑星をモチーフにした、各サポートメカに装着された各アーマーと合体することで、指揮が延長され、各部に、装甲が増設、機体性能も向上し、通常の機体と同様の体格となる別形態に変化します。なお、アーマーの一部だけを換装するリミテッドチェンジも可能です。プラネッツシステムの各アーマーは、モチーフである太陽系惑星の名を冠しており、合体後の各形態の名称は、その惑星の英語表記、プラス、太陽から近い順に数えた際の数字を合わせた造語へと変化します。例えば、アースリーガンダムは、地球を意味するアースと太陽から3番目の3を組み合わせてアースリーとなっています。プラネッツシステムは、合体するアーマーごとに、機体の特性、コンセプトが根本から変わるので、各形態は全く別種の性能を発揮し、様々な戦況に対応可能です。そんなコアガンダムの武装としては、プラネッツシステムとの連携を念頭に置いたものを多く持ちます。まず、射撃兵装であるコアスプレーガンは、有効射程が短いものの、各アーマーのパーツを合体させることで、多様な装備へと換装できます。防御兵装のコアシールドもまた、プラネッツシステムによって機能を拡張することが可能です。バックパックには2本のコアサーベルが備わっており、コアガンダムの体格に合わせたトーチ状の小型ビーム刃が形成されます。これもプラネッツシステムの各形態時には通常サイズのビーム刃を形成するほか、サーベル基部が堅牢なので、そのまま打撃武器としても使用できます。なお、頭部にはおなじみのバルカンが搭載されています。コアガンダムは小さいガンプラでもできることがあるというコンセプト通り、小型軽量を生かした機動性と、博人の類まれな操縦技術によって、独自の戦闘スタイルを確立しており、単体でも十二分に、他の機体と当たり合うことができます。劇中では、赤ツゲのような巨大な敵をコアガンダム形態で撃破する姿も見られました。しかし、コアガンダムだけではパワー不足のため、プラネッツシステムを用いて、戦いを繰り広げていきます。コアチェンジ、ドッキング、ゴー。最初に登場したのがアースアーマーを装着した形態アースリーガンダムです。地球をモチーフとしたこのアーマーはプラネッツシステムのサポートメカ群の中でも最初に作られました。
アースアーマーは単独での飛行機能を有しているので、サブフライトシステムとしての運用も可能となっています。第12話では大気圏突入能力を持たない風見のガンダムジャスティスナイトが本機をウェイブライダーのように使用することで大気圏突入に成功しています。アー3ガンダムは数あるプラネッツシステムのバリエーションの中でもコアガンダムの基本性能を底上げさせる形態であり、ベーシックな戦闘スタイルにおいて最大の効果を発揮するとされています。武装としてはコアガンダムの装備が強化されたものとなっています。ビームライフルはコアスプレーガンにアースアーマーの方針パーツを合体させたもので、センサー類が強化され有効射程が向上しています。またシールドのエネルギーパックと接続してライフル先端のバレルを展開させることでさらに強力な射撃が可能となります。シールドもライフル同様追加パーツでコアシールドがバージョンアップした装備になっています。なおビームサーベルはコアサーベルがそのまま用いられますが、アー3時は標準サイズのビーム刃が形成されます。アー3ガンダムはその高い汎用性によってあらゆる状況に対応することができるため、劇中でも基本形態として用いられ続けました。次に登場したのがマーズアーマーを装着した形態マーズ4ガンダムです。様々な近接武器を持つ近接格闘戦特化形態で、各部に組み込まれた加速デバイスで瞬発力を発揮することで様々な戦況に対応して敵を切り裂く機体となっています。武装としてはまず専用の実体剣スラッシュブレイドを持ちます。ビーム刃を形成したりビーム弾を発射することも可能です。また2本のスラッシュブレイドを連結した形態オーバースラッシュブレイドとして使用することもできます。また前腕部の小型シールドには展開式のクローが仕込まれており、攻防一体の柔軟な戦闘を可能としています。そして大型ヒートソードであるヒートレブソードとヒートアックスのヒートレブアックスを持ち、刀身を超高温で灼熱化することで破壊力を向上させています。なお2本を合体させるとハードヒートレブソードへとバージョンアップします。劇中では第2話で初登場しました。幼馴染ひなたの助言を受けたヒロトは集落の防衛戦での不測の事態を考慮し、万が一の保険としてタッパーに封印していたマーズアーマーを持ち出していました。結果としてヒロトのキムは的中し、トラップで瓦礫に潰されたはずの敵を殲滅するためマーズ4へ換装して戦いを繰り広げています。その次に登場したのがヴィーナスアーマーを装着した形態ビートルーガンダムです。こちらは様々な火器を搭載し、機体の強化型センサーと連動することで高い命中精度を実現した重火力形態となっています。また追加アーマーによって防御性能が向上しているほか、ホバー走行が可能で地上での機動力に優れています。そのため支援、狙撃、陸戦を同時にこなすことができるので、単独戦のみならず連携戦においても優れた性能を発揮します。武装としては主に重火器を装備しています。かつてはサターンアーマーの装備ブレーカドリルをつけていましたが、第4話のミッション報酬から様々な装備が搭載されました。まずコアスプレーガン、ヴィーナスアーマーの強化パーツを接続させたビッグビームバズーカを持ちます。高い破壊力に加え強化センサーとの連動による優れた命中率を誇ります。なおパーツの組み合わせによってはコアスプレーガンなしでもビームガンまたはショートライフルとしての運用が可能です。またバックパック右側や前腕部、そして逆部には各種ミサイルポッドが搭載されているので、対艦、対モビルアーマー、対モビルスーツ戦と様々な戦闘に対応できます。バックパック左側にはビームキャノンが搭載されており、長時間の連射にも耐えうる強度を誇っています。劇中では第5話で初登場し、エルドラブルートを撃破しています。また第22話におけるガンダムゼルトザームとの決戦ではサターンアーマーとともに用いられ、ゼルトザームの装備を破壊しています。その次に登場したのがマーキュリーアーマーを装着した形態メルクワンガンダムです。こちらは水中に特化した機体ですが、水陸両用ではなく水中戦のみに特化するという珍しいコンセプトになっています。水流ジェットやフィンを各部に追加することで、海中の中でも特に深海において高い機動性を発揮します。アーマー自体が深海での耐圧性能を上げられているので防御力も向上しました。さらに水中レーダーを搭載しているので、
一般機では探知できない水中の敵を確認することも可能です。武装としては、まず、コアスプレーガンとマーキュリーアーマーの強化パーツを接続させたウォーターニードルガンを持ちます。ニードル弾と、発射後は、ワイヤーにより巻き戻せる巨大なハープーンが発射可能なほか、小型ニードルを搭載した水中用ビットを2機備えています。劇中では、このビットを敵機に取り付けることで、逆方向へ追いやったり、味方に取り付けて加速させたりと、様々な用途に活用されました。また、バックパックには、展開式ブレードのフィンザンバーが備えられており、水中でも流れるような近接攻撃が可能です。劇中では、第8話に初登場し、グランダイブチャレンジを行う中、チームでただ一人、水中戦に適応した機体だったため、ほとんど単独で目標のハロ回収を達成し、敵機を退けて離脱に成功しました。さらに、第9話では、この結果を受けて、単独で水中ミッションに臨みましたが、エルドラシーブルートの走行の前には歯が立たず、逆に追い詰められてしまう様子が描かれています。その次に登場したのが、ジュピターアーマーを装着した形態、ジュピターブガンダムです。宇宙船における非常に高い機動力と、2種類のミットを活用する、多彩な戦闘スタイルが特徴的な、宇宙船仕様の機体です。ジュピターアーマーは、他のアーマーと同様、サブフライトシステムとして運用することもできますが、本機独自の機能として、推力を集中させた高速形態に変形することが可能です。武装としては、まず、コアスプレーガンと強化パーツを合体させたビームガトリングガンを持ちます。ビームライフルよりも圧倒的な連射速度を誇り、劇中では多数のエルドラアーミーを撃破しています。前腕部に装着するビームガンユニット、マニファービットは、本体と分離させて遠隔操作したり、両肩に接続して固定放題にしたりと、様々な用法が備わっています。背面に接続されるマルチコンテナビットは、通常時は追加推進機として機能しますが、ビーム砲、ビームナックル、ビームシールドの機能を兼ね備えており、マニファービット同様、前腕部に装着したり、分離して遠隔操作したりといった様々な使い方ができます。劇中では、第11話で初めてその姿を見せました。軌道エレベーターの先にあった一つ目の本拠地で、アルスの軍勢と交戦し、包囲してきた多数のエルドラアーミーを撃破しています。また、その後現れたガンダムゼルトザームと死闘を繰り広げますが、発射された衛星砲の衝撃で吹き飛ばされ、大気圏突入を余儀なくされたことからパージされました。また、第24話では、ロータスチャレンジバージョンエルドラにて、コアガンダム2と合体した状態で再登場し、本家ビルドダイバーズをはじめとした強豪ダイバー相手に立ち回り、トランザムインフィニティを発動した陸の00スカイメビウスと互角のドッグファイトを繰り広げ、25話でもエルドラにおけるアルスとの決戦に用いられています。劇中の流れとしては、コアガンダムを用いて様々なディメンションを巡っていたヒロトは、その場に居合わせた風見、メイ、パルビーズと共に、一つ目と呼ばれる謎の軍勢に襲われているフレディたち、山の民を助けることになります。4人は、この事態を、開発中と噂されるストーリーミッションのベータテストのようなものと考え、即席の野良チーム、ビルドダイバーズを結成して、フレディたちからのミッションに応えていくことにしました。謎の機体、ガンダムゼルトザームの介入を受けながらも、数々のミッションをこなしていく4人は、ある時、宇宙に存在するという一つ目の本拠地へと乗り込むミッションを引き受けました。そこで、フレディたちが、惑星のことをエルドラと呼称していたことから、一連のミッションの舞台が地球ではなかったということに気づきます。そして、一つ目を滑る存在、アルスと対抗し、フレディが、一つ目の攻撃を止めてもらうよう、アルスに懇願しましたが、風見が、迂闊にも、山の民のレジスタンス本拠地、セグリの情報を明かしてしまったため、アルスは、セグリを標的として衛星砲を起動します。アルスの軍勢に包囲されたビルドダイバーズは、衛星砲を止めようと奮戦しますが、一歩及ばず、衛星砲はセグリに照射されてしまいました。そして、4人は、唐突に発生した通信障害によって、GBN から強制的にログアウトさせられてしまいました。この事態を受けて、現実世界で面会したビルドダイバーズは、エルドラでの戦いが GBN 上のゲームではなかったということを知ります。さらに、メイから、自分たち以前にエルドラを訪れ、レジスタンスと協力して、一つ目との戦いに身を投じていたソロの強豪ダイバー、シドこと、シド正樹のことを知らされます。シドは、
3ヶ月前に GBN 上から失踪し、ログアウトできないまま、意識不明の重体に陥ってしまっており、メイは、指導がゼルトザームに囚われていると推測していました。こうして、エルドラでの戦闘はゲームでない可能性が高く、場合によっては、自分たちも、シドのようになるリスクが伴っていることを知ったヒロトですが、大切なものを失う痛みを繰り返させないために、再びエルドラで戦う覚悟を固めました。こうして、エルドラに再びダイブしたヒロトは、新たな機体、コアガンダム2で戦っていくことになります。コアガンダム2は、ヒロトが、エルドラでの経験をもとに、コアガンダムを回収し、出力と構造を強化して、総合性能を向上させた機体です。引き続き、プラネッツシステムが使用可能なほか、新たに装備したコアディフェンサーによって、飛行形態、コアフライヤーへ変形することが可能なので、各アーマーをサブフライトシステムとして用いなくても、コアガンダム2単独で空戦を行えるようになり、行動範囲も広がりました。なお、カラーパターンは、後日談、ガンダムビルドダイバーズ、バトロームに登場した G3 カラーとティターンズカラーの2種類に加え、コアガンダムと同じく、ガンダムベース限定で発売されたロービジリティカラーが存在します。追加された大型シールド、コアディフェンサーは、モビルスーツ、コアフライヤー、いずれの形態でも使用可能なビームバルカンを内蔵しています。コアスプレーガンとコアサーベルは、デザインこそ変わらないものの、出力が向上したので、それに伴って各形態で使用した際の性能も上がっています。また、ニューガンダムのようにダミーバルーンを搭載しており、第16話では敵の狙撃を撹乱する目的で使用されました。コアガンダム2は既存のアーマーに加え、新型アーマーも製作されました。まずウラヌスアーマーを装着した形態、ユーラベンガンダムです。あらゆる状況下で高精度の狙撃を可能にするというコンセプトの長距離狙撃仕様の機体となっています。オールラウンドな特性を持つ R3 をベースに、射撃特化のチューニングが施されているので、狙撃能力だけでなく通常の戦闘においても高い性能を発揮します。武装としては、まずコアスプレーガンをウラヌスアーマーの強化パーツと合体させたビームシュートライフル U7 を持ちます。通常のビームライフルモードとバレルを伸長させたスナイパーライフルモードの切り替えが可能です。側面部にはアイフィールド発生機が内蔵された小型シールドが装着されていて、狙撃時における防御用装備として機能します。また、計3機のセンサービットを持ちます。これを周囲に展開することで索敵能力が向上し、超高精度の狙撃が可能となるほか、ビームシュートライフル U7 の側面に接続すれば、強化照準機にもなります。小型ビームバルカンを内蔵しているので、ビット単体での攻撃も可能です。他に、両脚、外側のスラスターアーマー部には、レッグセンサーユニットが内蔵されており、本体と分離して有線式のセンサーユニットとして使用することが可能です。劇中では、第14話で初登場しました。本機が、避難するエルドラの住人を防衛する戦闘に用いられ、アルスが R3 ガンダムをコピーして作り出したアルス R3 ガンダムと交戦しました。仲間との連携で避難民を守り、アルス R3 の位置を突き止めてライフルを破壊します。その後は R3 に換装して近接戦に持ち込み、過去を引き合いにしたアルスの言葉に動揺して苦戦するも、ビームシュートライフル U7 を打ち込んで撃破しました。次に登場したのが、サターンアーマーを装着した形態、サタニクスガンダムとなります。工具と重機をモチーフとした武装による圧倒的なパワーで敵機を粉砕することがコンセプトの重装格闘戦形態です。アーマー各部には出力向上デバイスが組み込まれており、あらゆる箇所から重い一撃を繰り出すことが可能です。また、両かかと部にローラーユニットが装備され、地上戦時における高速機動が可能になっています。武装としては、右剣部に装備されるドリルユニット、ブレーカドリルと、左剣部に装備されるアームユニット、バイスプライヤーを持ちます。ブレーカドリルは、先行時に超高速の連続打撃が併用されることで、あらゆる装甲を破壊します。バイスプライヤーのアームは、対象物を挟み、破砕することも可能です。また、双方とも取り外して腕部に装着して使用したり、合体させることで、出力と破壊力が向上した重工具武装、メガニックドライバーにバージョンアップします。本機は第21話で初登場しました。もともとは、ビームを無効化するナノラミネートアーマーを持った鉄血のオルフェンズのモビルスーツに対抗するべく用意された機体でしたが、作中では、対ゼルトザーム戦で、ビートルーの随伴機として出撃。
破損したビートルーミニガン部をリミテッドチェンジして戦い、最終的にサタニクスガンダムへ換装してゼルトザームの撃破とシドーの救出を成功させています。最後に登場したのがネプチューンアーマーを装着した形態ネプテイトガンダムとなります。第19話でヒロトがイブと交わした約束を果たすため純粋な航行用として作られた特殊巡航形態です。腕部を横に広げて背面のユニットを展開することで巨大な円環構造体トーラスを形成し、機動戦士ガンダムシードに登場するスターゲイザーと同様の惑星間推進システムボアチュール・リュミエールを稼働することで莫大な推進力を獲得し宇宙航行を可能とします。スターゲイザーと同じく非戦闘用の機体なので武装は腕部に自衛用のビームガンを備えているのみとなっています。劇中では第23話に初登場しました。ネプチューンアーマーは他のアーマーと違い長らく未完成のまま放置されていましたが、エルドラ地表から軌道上の衛星砲への移動手段として仲間と協力して製作が再開されました。第25話では完成した姿で登場し、バルキランダーと力を合わせることで使用を想定されていない重力圏からの大気圏突破を成功させています。役目を果たしたパーツはイブへの感謝の言葉とともに軌道上へ投棄され、続く第26話でエルドラの軌道上を漂流する姿が描かれています。劇中後半でコアガンダム2を作り出し、再びエルドラへとダイブしたヒロトとビルドダイバーズは避難民を衛星砲や一つ目の脅威から守るために戦いを繰り広げていきます。ヒロトはかつて GBN でイブと出会い、イブと共に GBN の世界を楽しむようになりましたが、イブの秘密を知り悲しくもイブを消すことを選択しました。そして前作ビルドダイバーズの最終戦である第二次有志連合戦でイブを消すという選択を取った自分とは対照的、サラを守ろうとするリクの姿を見て自己嫌悪を抱え続けていましたが、仲間たちとの絆を深めていき、かつてのヒロトらしい心を取り戻していきました。また聖獣クアドルンによりアルスが惑星エルドラを攻撃する理由を知ったヒロトたちは今度こそ衛星砲を破壊してアルスを止めるために準備を進めます。こうして追加された最終決戦仕様がリライジングガンダムとなります。リライジングガンダムはコアガンダム2を核にガンダムイージスナイト、エクスバルキランダー、ゴドムポッドプラスが全機合体することによって完成するチームビルドダイバーズの必殺形態です。合体後にはプラネッツシステムを表す各惑星を模したエフェクトが飛び回るシーンや背後に太陽が燃え上がる演出が存在することからプラネッツシステムにおける太陽のポジションとも考えられる機体となっています。なおチームメンバー各機のコアパーツは合体せずに独立したまま戦闘を続行し、本機の操縦はヒロトがコアガンダム2から行います。風見の提案から製作が決定した形態で衛星砲の破壊を目指した想定し得る最大火力の解放がコンセプトとなっています。パーツごとにエネルギーリソースが割り振られる GBN の使用を逆手に取り、4機分のパーツを一気に集約させることで通常では実現不可能な全機のエネルギーを一点に集中させており、これにより絶大な威力を有する切り札グランドクロスキャノンが発射可能となります。また発射時は機体の各部に流れるエネルギーによってゴッドガンダムのハイパーモード同様全身が金色に輝くグランドクロスカラーとなります。武装はグランドクロスキャノンのほかイージスナイトの脚部が変形した腕部に内蔵されたハイパービームサーベルがあります。劇中では第25話におけるアルスとの決戦でその真の姿が描かれ、手始めに巨大エルドラドートレスを撃破した後発射された衛星砲のビームをグランドクロスキャノンで正面から迎え撃ち、アルスの本拠地である静止衛星を破壊する活躍を見せました。その後最後に登場した形態がエクストラリミテッドチェンジとなります。本拠地を失ったアルスが GBN に侵攻してきた際、アルスコアガンダムの一機アースアーマーを奪われて劣勢に陥ったヒロトがリミテッドチェンジを生かして各種アーマーを装着した形態です。両脚部には加速装置を持つマーズアーマー、右腕部には砲撃が可能なヴィーナスアーマー、右剣部にはドリルを持つサターンアーマー、左腕部には高い防御力を誇るマーキュリーアーマー、左肩アンテナ部にジュピターアーマー、そして胴体と背部にユラヌスアーマーというアースアーマーとネプチューンアーマー以外の全てのアーマーを装備しています。最終的にヒロトはWOスカイメビウスと共にビームシュートライフル U7 を携えたコアガンダム2で
アルスに最後の一撃を加え、戦いは終わりました。ガンダムビルドダイバーズ、リライズの主人公、ヒロトは、前作のガンダムビルドダイバーズの主人公、リクが奇跡を見せた物語の裏側で、イブを撃ったという悲しみを背負い、リクを撃とうとしていました。そして、リクを撃とうとしたビームシュートライフル U7 でアルスアー3を撃ち、再び過去の後悔に悩まされるも、それを乗り越えていくという感動的なストーリーになっています。特に、中盤からの評価が高く、まだの方は、ぜひ、一度ご覧になってはいかがでしょうか。俺と同じ後悔をあなたにはさせない。余談ですが、コアガンダム2の顔のデザインは、機動戦士ガンダムの当時のスポンサーであるクローバー社から販売されていた超合金のガンダム、いわゆるクローバーガンダムに似た形状となっています。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本、動画を見ていただけたら、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。